今回は友人と3泊4日でベトナム旅行に行くためのパッキングを紹介します。私は旅先だからこそストレスを感じないように普段から使っているアイテムを持っていくようにしているので、荷物が少なくなることはあまりなさそうかなと思います。ただどこを妥協できるかを考えて取捨選択をしているので、一つ一つのこだわりはそこそこあるかなと思います。この動画では機内バッグの中身、コスメやケアアイテム、便利グッズ、3泊4日の服装を紹介したいと思います。今回は機内バッグと93リットルのスーツケースを持っていきます。ホテルとセット売りだった安い航空券を買って、預け入れ荷物は20キロまで可能なプランをプラスしているので、3泊だけど93リットルの大きいスーツケースを持っていきます。多分私はベトナムでカゴアイテム、カゴバッグなのか、そういうかさばるものを買う気がするので、大きめのスーツケースを使います。今回持っていく機内持ち込みバッグはこのバグーのスモールクラウドキャリーオンにします。バグーは元からめっちゃ好きなんですけど、次の旅行の時は絶対これを使うって決めてて、今回初おろしで使います。これは便利なポイントがたくさんあって、まずこのスーツケースの取っ手部分に通せるベルトがついてるんですけど、パソコンを入れられる収納スペースがあります。私は Mac の14 Pro を使ってるんですけど、それをこのバグーのケースに入れて、ここに入れてもさらに余裕がある感じです。外側のポケットは4箇所あって、ここに1箇所と前に2箇所で、こっち側も1箇所、下までポケットが深くあるので、多分1リットルのペットボトルも余裕で入るぐらいの深さがあります。これも全部持っていくものを入れてるんですけど、まだまだ入りそうな感じで、バグーならではのこの生地の薄さ、シャカシャカ感で、これ自体がすごく軽量なのに、この取っ手部分はふかふかした素材なので、肩にかけても痛くなりにくいと思います。肩にかける部分が長いっていうところも結構好きなポイントで、だから着込んでいても肩にかけやすい長さになってます。中に内ポケットが1つついてるんですけど、これが取り外しができて A4 ぐらいのポケットがついてます。なので相当の中にも入ります。ポケットにこの本体を収納できるポケッタブル仕様なんだと思います。機内持ち込みバッグはバグーです。ゴーウェルのネックピロー、ソニーのヘッドホン、スマホスタンドとして自在に形を変えられるフレックスフラップ、かかとがホールドされて脱げにくい無印の携帯用スリッパは旧型です。旅行に欠かせないガイドブック、忘れちゃいけないパスポート、お財布はデルフォニクスのノワールシリーズ、ウェットティッシュとポケットティッシュはコンパクトサイズ、鼻炎持ちなのでティッシュも忘れずに、ノートとボールペン、喉ぬれ濡れマスクは外の箱捨てていきます。サングラスはブランです。長澤くんのポーチに入っているのはフライトソックスと使い捨てパンツです。お手製のメディカルキットの中には絆創膏、トローチ、口内炎パッチ、魚の目の絆創膏、片頭痛が出やすいのでイブは大量に、黄体酸、風邪の症状が出た時の葛根とアレルギー予防の薬を入れて持っていきます。この袋の中にはあると便利なケアグッズが入っていて、旅行先での気候やその時の体調に合わせて少しずつ中身に変化があるかなと思います。後で説明します。これは下地を詰め替えてます。タマフレンズのゴンのポーチの中にはカッサ、手鏡、ダイソーのコーム、リップ美容液、リップバームが入ってます。カッサだけ後で説明します。エコバッグは大きければ大きいほどいいと思います。グミとのど飴、パソコンも持っていきます。ケースはバグーです。 Vlog の撮影で使うカメラは3つ、それぞれケースに入れて持っていきます。
これがソニーのハンディカム。次がキヤノンの IBIS Mini X。最後が DJI Osmo Pocket 3、手のひらサイズのジンバルカメラです。中古で買ったニコンのフィルムカメラは思い出を残すよう。ミッフィー店で買ったポーチの中にはモバイルバッテリーが入ってます。これは後ほど良さを話します。データを残しておく SSD とケーブル、カメラのレンズをきれいにするやつ。バートンの巻き取り式ワイヤーロックです。マイボトルとして持っていくのがサロモンのフラスクです。機内持ち込みするアイテムは半年前にヨーロッパ11泊用のパッキング動画を出したんですけど、その時に一つ一つ詳しく紹介しているので、今回はそのヨーロッパ旅行を踏まえてちょっと改善したりだとかした特に紹介しておきたいグッズを触れたいと思います。モバイルバッテリーはベルキンを使っています。これはマグセーフタイプなので電源を入れるとスマホとがっちりくっついて全然離れません。なのでこのまま持ち運びできて便利です。あとはスタンドがついてるのでこのようにして動画を見ることもできます。この長澤くんのポーチの中に入っているのが、フライトソックスとあと使い捨てパンツなんですけど、ヨーロッパ旅行の時に21枚入りで2000円ぐらいで購入したパンツで、一度洗濯して持ってったんですけど履き心地も特に問題なかったので、その時使わなかった分と、あと防災用でちょっと残してるものがあるんですけど、今回はベトナムまでの直行便なのでトランジットもなくてロストバゲージの心配もないかなと思うんですけど、何か問題が起きて空港にとどまらなきゃいけなくなったとかっていう時のために下着を1枚入れてます。概要欄にリンクを貼っておくんですけど、いつも自分が履いているパンツより結構大きめを買っといた方がいいと思います。その方がストレスがなく履ける気がします。続いてカッサです。私は機内でとにかく足がむくむので、こうやって足をマッサージするのと、あとは二の腕の下とか、顔とか頭とかいろんなところに使えるので、このコンパクトなカッサを一つ持っていきます。これはヨーロッパ旅行を経験して学んだことなんですけど、保安検査場を通る前にお水とか飲み物を買っちゃって検査場で没収されちゃうとか、あんまり飲まなかったドリンクを捨てる羽目になったっていう経験があって、結構海外の方がマイボトルで空港にある水を飲んでいる様子を見たので、今回は私もマイボトルを持って行ってみようと思って、これはどのぐらい役に立つか実験的なところもあるんですけど、ランニングのために買ったサロモンのベストにもともとついていたこのボトルを持っていきたいと思います。続いてこちらのストラップホルダーです。こういうスマホケースに通してストラップにするっていうものはたくさんあると思うんですけど、これの何がいいかっていうと、全て金属製で頑丈なんですよ。こういう状態でいくんですけど、知人の話で海外旅行でこういうストラップを使っててスマホをいじってたら、スマホを思いっきり引っ張られてここの部分がちぎれちゃって持っていかれた人がいるっていうのを聞いて、だからこの部分がビニールだとちぎれる可能性もあるので、本当はスマホケースもこう柔らかいものじゃなくてハードなものがいいと思うんですけど、そういう懸念もあるので私はこのストラップホルダーを使っています。これは無印で売っているポケットティッシュです。最近すごく SNS で見るので、これもどのぐらい役に立つのかなと思って実験的に持っていってみようと思います。これは成長の早い竹をパルプの原料に 100% 使用した破れにくいティッシュだそうで、10枚入りなんですけど、普通のティッシュよりは大判で確かにしっかりしてます。なんか SNS で見るのはこれで手を拭いたりとかテーブルを拭いたりするのに役立つっていうことなんですけど、これを持ってってみようと思います。前回の旅行で学んだのがお菓子のセレクトなんですけど、今回は梅のグミと、あといつも持ってってるナリンのスイシーキャンディーっていうのど飴を持っていくだけにしようと思います。前回のパッキング動画で紹介したんですけど、茎わかめとかちょっと
液体の要素があるお菓子を持っていったら、どこかの移動のタイミングでその液体が漏れ出ちゃって、なのでお菓子は絶対水気のないものにしようと決めたので、今回はこのグミとキャンディーだけ持っていきます。でこのハイタイドのビニールの袋の中に入っているのが液体系のアイテムなんですけど、なぜこれに入れていくかっていうと、 LCC とかだと座席の前のポケットが狭かったりして、こういうのが入らなかったりするんですよ。でもこういう何か引っ掛けられるものだと、自分の座席の肘置きにかけたりとか、前のテーブルのところとかに引っ掛けたりできるので、こういうタイプを持っていきます。ベトナム旅行っていうことで、ベトナムは蚊に気をつけなきゃいけないらしいので、虫除けスプレーと、あと日焼け止めミストも持っていきます。着陸寸前になったらこれを顔にシューってして紫外線対策をしたいと思います。噛み砕いてクチュクチュする歯磨きタブレット、デリケートウェットシート、耳栓みたいに耳にはめて、ここをカチッと押すと暖かくなる耳ほぐタイムっていうやつです。今回歯ブラシはプラプロックスっていうものを持っていこうと思って、この折りたたみで歯磨き粉と歯間ブラシもついているセットを持っていきます。あとリラックス効果がありそうなナリンのロールオン2種類持っていきます。これも前回の動画で説明してるんですけど、すごく香りが好みで、こめかみとか手首に塗ります。日常でも飲んでる酵素パウダーとリポシー。今回は夜中に日本を出発して朝一にベトナムに着く便で行くんですけど、まず機内に乗ったらこのフェイスマスクをしてすぐ寝て、起きたら朝っていう状態にしたいと思います。これはナイトマスクで寝ている間つけていられるパックなので、有名なやつだと思うんですけど、これを持っていきます。これはいつも使っている下地が入ってるんですけど、ちょっと試みとして初めてこういう感じでやってみようと思ってて、下地ってだいたいポンプ式じゃなくてチューブタイプでこうやって出すものが多いと思うんですけど、私前回の旅行で機内の中で下地をつけようと思って蓋を開けたら、なんかすごいもう溢れ出して止まらない状態になっちゃったので、そういうチューブのやつってやっぱり機内でパンパンに膨れ上がっちゃうのでダメだなと思って、このちょっとだけでもこの下地をこうやって詰め替えておいて、着陸するぐらいになったら下地を塗って降りる準備をしたいなと思ってます。で財布として使うのはこのデルフォニクスのノワールっていうシリーズの財布なんですけど、一回トラックか何かに踏まれたのか結構ボロボロになっちゃった財布をこういう旅行の時に使ってます。これはここにキーチェーンがついてるのでバッグに直接つけられるっていうところも安心です。ゴーウェルのネックピローです。これは低反発でちょっと硬いんですけど、私は首が横に傾かないぐらい硬めのものが好きなので気に入ってます。カタツムリみたいにこうやってコンパクトになるので持ち運びもしやすいです。これも絶対持っていくフレックスフラップです。前の座席のポケットに引っ掛けたりもできるので、事前にダウンロードした YouTube や Netflix の動画を見るときにとても便利です。最後ヘッドホンはノイズキャンセリング機能のついたものっていうのは絶対必要だなと思ってて、ノイキャンがあるのとないのでは飛行機のエンジン音の感じ方が全然違うので、これは必ず必要です。以上が私の機内持ち込みバッグの中身です。続いて持っていくメイクアップアイテムを紹介します。普段はこのように量が多く、その日の気分や状況に応じて下地やポイントメイクを変えたりしているので、旅では厳選したアイテムを持っていきます。くすみ対策としてよく使ってる MAC の下地、資生堂のファンでは2本目、ディアダリアのチークは色違いで2色持っていきます。使用感がありすぎるコンシーラーはエトボス、これで3つ目です。お洋風できるケイトのマスカラ、ラブライナーのブラウン、アイシャドウはエクセルにします。理由は後ほど。ファンデーションブラシ、ダイソーのアイブロウペンシル、カミソリとアイラッシュカーラー、セルボークの眉マスカラ、パウダーはデコルテを使ってます。
とリップはその日の服装に合わせて色を変えたいので4本持っていきます。今回気温の暑い国に行くので、なんとなくキラキラ系のアイシャドウがいいかなと思って、エクセルのクリームアイシャドウを2つ持っていきます。ベトナムってなんとなくブラウンとかオレンジのイメージがあるので、ちょっとそれに近いような色。これはクリームアイシャドウなので指でそのまま塗ることができるので、ポイントメイクブラシを省くことができるのがいい点だなと思います。あと普段はウェイクメイクのアイシャドウパレットを使ってるんですけど、ちょっとこのぐらいのサイズ、それよりもこっちの方がコンパクトなのでよりいいかなと思います。あとはリップの色、リップを 3,4 色持っていくぐらいが私のこだわりです。続いてスキンケア、ヘアケアを紹介します。シャンプーは使い切りパウチを3日分持っていきます。お風呂ではちゃんとリフレッシュしたいのでボディネットも持っていく。適当なヘアコーム、エトボスのマッサージブラシは毎日使っているので持っていきます。髪につけるヘアオイルはロアです。無印の容器に詰め替えて持っていきます。洗顔はこだわりなしです。ダムダムの化粧水とクレンジングオイル、クリームは中身が別のものが入ってます。日数分のフェイスマスク、ヘアケアに欠かせないオラプレックスのボンドスムーサー、日焼け止めは2種類持っていきます。旅館で持ち帰ってきたヘアバンド、ソフィーのデリケートウェットシート、VT コスメティクスシカナチュラルのナイトマスク、個包装になっています。ルラボの香水は持ち運びしやすい 15ml、年季の入ったサロニアのヘアアイロン、いつも使っているボディーソープを無印の容器に入れて持っていきます。スキンケアグッズはいつも IKEA のジップロックに入れて持っていきます。外から見ても何が入っているか分かるし、何か液漏れしてないかっていう状態もすぐに分かるので、私はずっとジップロックを使う派です。持ち物の中で特にご紹介したいのが、まずエトボスのマッサージブラシは毎日使っているんですけど、これは硬さが2種類あって、ベーシックタイプとハードタイプがあるんですけど、私はベーシックタイプを使ってます。これで頭皮をマッサージするのが日課なので、もうこれは欠かせません。機内持ち込みバッグの中にも入れてるんですけど、デリケートウェットシート、こっちがリニューアルした新しいバージョンだと思うんですけど、ホテルに置いておくようで1つ持っていきます。日焼け止めは2種類なんですけど、これはこの夏使っていた2本で、どっちももうすぐ使い終わりそうなので、これは多分現地で使い切って捨てることになりそうです。ヘアオイルはロアのオイルをこうやって小分けボトル、無印の小分けボトルに入れて持っていくんですけど、とにかくこのロアのオイルの香りがすごい良くて、もうこれが手放せないので、これはガラスの容器なのでこっちのプラスチック容器に入れて持っていきます。前回の旅行ではこの無印のボトルにシャンプーとコンディショナーも詰め替えていったんですけど、今回は3泊なのでこういうパウチで使い切りで持っていこうと思って、ドラッグストアとかで売ってるボディーソープのトラベルサイズってちょっと大きくて、3日だったらそこまでいらないんだよなって思ったので、これにいつも使っているボディーソープを詰め替えて持っていきます。これが VT シカナチュラルのナイトマスクなんですけど、保湿クリームみたいな感じで顔用なんですけど、顔に塗るだけだとこの半分の量ぐらいしか私は使わないので、残りの半分を全身に伸ばして全身の保湿としても使えるということで、これを2数分持っていってます。以上がヘアケア、スキンケア系のご紹介です。続いて便利グッズです。ジップロックやビニール袋はもちろん、クリアファイルがあるとチケットなどもきれいに持ち帰れます。モンベルの傘、後ほど説明します。ダイソーの折りたたみハンガーはここに溝があってブラトップもかけられるので便利です。ナリンのファブリックスプレー、小林製薬の一滴消臭源も後ほど説明します。パッキングした荷物を測る測り機、意外と使うシミ取りレスキュー、ダイソーの圧縮袋、全世界対応の変換プラグ、これも後ほど説明します。
紛失防止トラッカー、捨ててもいいタオル、湿布、生理用品、洗濯洗剤、綿棒、マスクやティッシュなどは予備をとにかく大量に持っていきます。薬や絆創膏、ビタミン剤も日数分用意します。鼻炎持ちなのでホテルに置いておく柔らかティッシュも一つ持っていきます。便利グッズで特にご紹介したいのが、まずダイソーの圧縮袋です。圧縮袋だったら何でもいいんですけど、私は服がシワシワになりたくないので、行く時は圧縮せずに持ってって、帰りに服を圧縮して帰るっていうことをしてて、その日着た服ももうガンガン圧縮袋に詰めていっちゃって、最後空気を抜くだけの状態にしてパッキングします。この一滴消臭源です。これはトイレの便器に 1,2 滴垂らすといい香りが広がるっていうアイテムで、今回友達との旅行っていうこともあるし、エチケットとしてこういうのを持っておくと自分も気にならないかなと思って持っていきます。この変換プラグは全世界対応のものをいつも持って行ってます。ただベトナムは日本と同じ A タイプもしくは C タイプとの混合らしいんですけど、何があるかわからないので一応持っていきます。続いて病院でもらった湿布です。私は膝が痛くなったり歩きすぎるとちょっと不調をきたすので、湿布は必ず持っていきます。あとこれは紛失防止トラッカー、エアタグみたいなものです。エアタグより全然安く買えて、でヨーロッパの2週間の旅行も問題なく使えたし、かなり役立ったので、これは必ずスーツケースに入れてて、周りの友人や知人でもロストバゲージした方が結構いて、そういう話を聞くとやっぱり怖いので、絶対エアタグ的なものは必要だと思います。私は搭乗して飛行機が飛び立つ前に自分のスーツケースがちゃんと自分と同じ場所にあるかチェックするようにしてました。最後がこのモンベルの晴れ雨兼用の傘です。私はモンベルの傘を彼と兼用なんですけど3本持ってて、今回新しくこれを新調したんですけど、これが普段夏に使ってるサンブロックアンブレラ55っていうやつで、ちょっとケースはなくしてしまったんですけど、骨組みが8本で UV 対策に優れている晴れ雨兼用の傘です。こっちがトレッキングアンブレラ60っていうやつで、これは UV カット効果はないただの傘になるんですけど、今回購入したのがこちらのトラベルサンブロックアンブレラ50っていうやつで、 UV カット効果に優れた晴れ雨兼用のモデルです。3本持ってみて、これがやっぱ圧倒的に軽くて、しかも UV 対策もできるっていうので、今回はこれを持っていきます。全部軽いんですけど、明らかにこれだけ軽さが違います。それは骨組みがこっちは8本でこっちは6本で作られているので、こっちほど頑丈ではないんでしょうけど、これで十分日差しとあと雨よけもできるので、今回はこちらを持っていきます。左が骨が8本のやつと、今回持っていく6本の骨のタイプです。これは55センチサイズで、これが今回持っていく50サイズです。でこのモンベルの傘は絶対にこうやって骨をパキパキしないといけないので、ワンタッチじゃないところは面倒なんですけど、このワンタッチじゃない分多分強度が高くて、強風の日とかにモンベルの傘を使ってても風で裏返ることはないですし、そういった点がやっぱり気に入っています。以上が便利グッズの紹介です。続いて持っていく服を紹介します。インナーは結構多めに持っていきます。靴下の他にメディキュットも忘れずに、ハンカチとして大きめのバンダナやスカーフを持っていきます。パジャマも絶対欠かせません。機内での服装は古着の T シャツに無印のパンツを履いて、寒かったら上から古着の長袖シャツを羽織ろうと思います。それでも寒かったらこのスノーピークのインナーダウンを着ていこうと思います。これはすごくちっちゃくなるので持ち運びにも便利です。これが私の機内での服装です。でベトナムは30度近くあるので、現地に着いたらシャツは腰に巻いて、このような状態でホテルまで行こうと思います。日本から履いていくのが
右のサロモンのスニーカーです。これはゴアテック素材なので雨に濡れても安心です。スーツケースに入れていくのが左のウーフォスです。私は親指と人差し指の間に紐が通る B3 タイプが苦手なので、トイレサンダルのような形のウーフォスを重宝しています。このウーフォスは厚底でしっかり盛れるし、雨に濡れてもすぐ乾くし、何より軽いっていうところが優秀かなと思います。街歩き用のバッグは紐の長さが調整できるバグーのショルダーバッグと、パリで購入したイボン・ランバートギャラリーっていうところで買ったピンクのトートバッグを持っていきます。基本的に貴重品はバグーに入れて、ピンクのトートバッグにはお水やカメラのバッテリー、上着などを入れていこうかなと思います。今回の旅行は丸4日分のコーディネートがあればいいんですけど、ベトナムは暑くて汗をかくかなと思って、もし買い物を終えて途中でホテルに一旦帰るってなった時に着替えたりとか、もうスパをすでに2つ予約してるので、汗かいた状態でスパ行って綺麗になったのに汗かいた服にまた着替えるの嫌かなと思って、そういう時のために着替えも持っておこうというので結構多めに用意します。夜は寒いという話も聞くので、このシャツは最初のうちは持って出歩こうと思います。夕方になったらこうやって羽織る。一応このシャツとも合わせやすい服を全部選びました。旅行の時はハンカチじゃなくてバンダナをお手拭き代わりにしてるので、そういうバンダナを暑い時とかコーディネートが寂しい時にこう頭に巻いたり首に巻いたりしようかなと思ってます。暑い場所へ行くならやっぱりこういう生地の薄いワンピースはかさばらないし、旅行にすごくぴったりだと思います。今まで紹介したコーディネートはボトムが機内着と同じ無印のパンツか、もしくはワンピースだったんですけど、今回のホテルはランドリーがあるんですが、もしかしたら洗濯できないかもなって思ったので、無印のパンツ以外に1着このジャンプスーツを持っていこうと思います。これめっちゃペラペラな素材でちっちゃくなるのでかさばらなくて便利なんですけど、ジャンプスーツなので日中は上半身の部分は腰に巻いて、夕方寒くなったらこうやって着ることもできるので、こういう服ってすごく便利だなと思います。以上が私がベトナムで着るコーディネートです。ふう